民砕くこの国がため。天下創生か。どう思う秀吉。あれが我の志すもの、力の行き着く先か。いいな、これも心の脆きが一例、降り積もる病よ。ああ、そうだね秀吉。みだりに騒乱を招き国を疲弊させる。義輝殿は暗君だ。この騒乱が長引かば異国の付け入る隙となるは必定。そうなる前に我が力豊臣の歯によって日の本を救国せしめん。秀吉らしいいい判断だ。秀吉、将軍と覇王どちらもただ一人が絶大な権力を持ち国を直接的に統治する。それは取りも直さず統治者の際一つに国の命運を委ねることに他ならない。その是非を君に問いたい。仮に幾十幾百もの強者による協議にて国を動かす体制が実現したとしよう。その強者が皆民よ、国の行く末を案じ動くか。己が利、己が欲を捨て去ることができるか。無理だろうね。それが答えだ。所詮夢語りも同然。結果個々の我欲の波紋が渦となり大波となり、遠からず国の未来を飲み込み、時代は闇に閉ざされる。人とはそれほどに弱く破滅にほど近い生き物なのだ。だが君ならば我欲に溺れたりはしない。そう、君のような統治者がただ一人、それがこの国にはふさわしい。秀吉、足利政権がこの国を統治し続けた場合、異国の脅威にどう対応すると予想する？足利は個の力こそ強大であれ、所詮道楽により国の力を弱めるばかりの小さき器。国を挙げて異国に対抗する体制など整えはしまい。そこを突かれればひとたまりもなかろう。しかもその状況すら楽しむ傾向があの男にはある。おそらく自らは異国と交渉などせず、将軍という絶対権力にたかる小林どもに国の大事を託し、託された小林どもは異国の強大さに怯え、常に異国の顔色をうかがい、要求という名の煮え湯を飲まされ続け、日の本は形だけを残して滅びる。相手を脅威と認めるならば相手にも脅威と認めさせねばならぬ。真に対等とはそういうものだ。半兵衛、今日は我がお前に問おう。なんだい秀吉。どうした？果実の疲労が抜けておらぬか？いや、もう大丈夫。大したことはないさ。それでなんだって？秀吉？いや、構わん。すぐに戦だ。体を休めておけ。反論は許さん。この件に限ってはな。持ち直したように見えるが、体はどうだ、我が友よ。ああ、平気だ。
もとより少し疲れが出ただけだからね。そうか。ならば答えてくれ、我が問いに。近い将来、我は覇王となり富国強兵を実現する。だが我とていつの日か滅ぶ。我なき後、実現した体制をいかにして保つべきか。秀吉、何よ。知っての通り、我は愛を求めぬ。そばめを置く気もない。故に将軍家のように血をつなぎゆくことはかなわぬ。万一跡目争いが起これば全てが水泡に帰すか。君らしいもっともな懸念だね、秀吉。少し考える時間をくれないか。取るべき道はきっとある。それを示したい。先日の問い、道は見えたか、半兵衛よ。はっきりとね。いいかい、秀吉。血脈だけがその魂をつなぐ方法じゃない。信用に値する力を持つ者と信頼できる友を探すんだ。歯の力を維持しつつ、時には思想の歪みを正せる。そんな二人を確保できれば代をまたいだとて安泰さ。力と友。強き意志に満ちた心臓のある左には力を、それがない心寂しき右には第二の心臓たる友を。秀吉、君は必ずやそれらを見出す。そして未来永劫日の本を守りゆく一族の系譜、その始祖となるんだ。半兵衛、お前は語ってくれた。魂をつなぐは系譜であると。うん、力とそして友だ。我の後を甘んじて託せるほどの力は未だ知らぬ。だが我の右、第二の心臓、ただ一人の友、それは僕を選んでくれるのかい？他に誰がいようか。天下統一のさらに先、長きにわたる富国強兵の系譜、その初代たる我の友となるべきは半兵衛、お前だ。秀吉、ありがとう。その言葉を聞けただけで僕の人生は満ち足りた。秀吉様、何事か。秀吉様がご懸念の通り、ヨハネのごとき漆黒の艦隊が水際に出現いたしました。来たか。この国を腐らせる毒、新たなる病よ。秀吉様、どうか私に青海原へと赴き、迎撃せしめん許可を。だが我自らも出向く。秀吉様、御自らが。三成よ、敵は強大だ。我の左を守る者としてたやすく落ちるは許さぬ。はっ。我の左には三成がいる。そして我の右にはお前が。
そうだ秀吉、一つだけ約束してくれないか。もしこの先僕が戦場で倒れるようなことがあれば。秀吉様、間もなく前田領へと到着いたします。うん、ならば行くぞ三成よ。我に続き全てを殲滅してみせよ。はっ。過去に浸るか。我らしくもない。全軍続け。すべて我が手に。半兵衛、我が右にはお前ただ一人。お前以外は誰一人とていらぬ。悪い、暦をつけ間違えちゃって。刑事、まったく、それがしが大将の何たるかを。あんた物騒なもん持ってるね。もし松根ちゃん、お説教は後ほどってことで。顔なじみに会いに来たってわけじゃないんだな、秀吉。見ての通りだ。我は我が波動を完成させるためここへ来た。刑事、ここは任せて本隊を呼びに行け。トシ、でもしっかりなさい。あなたは前田軍の大将なのですよ。分かった、任せたよ。秀吉、これがお前の求める歯の力か。トシ、松根ちゃん、気をつけろ。秀吉は本気だ。一人一人が宝、無理はなりませぬ。へい。お前の頑張り決して無駄にはしない。待ってろよみんな、約束は守るぜ。我を阻む資格なし。秀吉殿、刑事が待っておりますれば。その命をもって我が国の礎となれ。刑事、秀吉殿を。起きてくれよ。今はなくなって叱ってくれよ。弱き者どもよ、せめて我が拳に砕かれ国の礎となるがいい。抜かった。この陣が命取りにならねばよいが。久しいな秀吉。またうちに遊びに来ないか。刑事も。待っているぞ。守ると決めたんだ。いくら受けても倒れん。
なぜだ秀吉。刑事はお前の。砕くべき路傍の岩、それだけの存在よ。貴様に100年の地の未来が見えているか。半兵衛はどうした。半兵衛は何と言っているんだ。この道は半兵衛が示した。我はただ我の信ずる力で答えるのみ。貴様も砕けよ、我が波動の礎となれ。砕けるものなら砕いてみろ。それがし前田の誇りは固いぞ。秀吉、お前の道はどこにも。トシ、俺のためにこんなになるまで。くそ！拳を収めろ秀吉。前田から軍を引け。これ以上は取り返しがつかないぞ。問答は無用だ。唐の昔に済ませてある。一歩一歩に命を感じる。これが国を背負う重みなんだよな。トシ、松姉ちゃん。行くぜみんな。前田軍総大将前田慶次、マカリトール。秀吉、俺も前田を預かる将だ。降りかかる火の粉全力で払う。ほう、貴様も少しは成長したか。だが一つ聞かせてくれ。お前の隣になぜ半兵衛がいないんだ。この戦の以前よりすでに定まっていた結末よ。まさか秀吉、半兵衛はもう。だとしたら何だというのだ。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。俺の目を見てちゃんと答えてくれ。半兵衛はもういないんだな。貴様には関係のないことだ。無論我にもな。関係ないだと。そうやってお前自身をごまかすつもりか。貴様らしい言いようだが見当違い。我は覇王となり国を導く。それこそが友の願いだからだ。秀吉様、足利を尽滅する準備は万全に。秀吉様。どうした三成。あ、いえ、どうか一時の非礼を申し上げる許可を。秀吉様のご様子がいささか気にかかり、やはり半兵衛様が。気遣いには感謝する。しかしその心遣いこそ人を腐らせる毒であり弱さよ。お前はそれを宿さずともよい。はっ、申し訳ございません。どうかこの愚かな私に許しを請う許可を。分かればよい。さて出陣よ。降り積もる病を打ち歪んだ国の未来を正してやるわ。ははっ。全軍続け。すべて半兵衛よ、今しばらく待て。この戦が終わり日の本を治めた後、お前に会いに行くとしよう。完全なる男、帝よ。あとわずかの時だ。しばしそこで待っていてくれたまえ。
しからぬ趣向だな。せっかくだ風磨よ、少し付き合ってやるとしようか。なお一層燃えたぎれ友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。道楽卿のアングな王とそしらばそしれ。あまたの命が儚くも散りゆく。創世の道を行かばそれもしかり。ルシラ、帝殺しと大罪人として名を残したいらしいな。我が波動に立ちはだかる者は粉砕あるのみ。半兵衛、お前との約束忘れてはおらぬ。この先僕が戦場で倒れるようなことがあれば、君の右となる新たな友を探してくれ。そびえ立つは我が豊臣の旗印よ。世への中心大義であった。誰ぞかの者を熱く弔ってやってくれ。君には友となりうる存在が2人いる。会って話して、そのどちらかを君の右に。半兵衛、お前ともあろう者が誤りを述べるとはな。お前に代わる友など我は求めぬ。たとえ我らを超えたとて義輝様の権威に絶望するのみよ。あなた様こそが選ばれし者。それがし感無量にござる。もうすぐだ半兵衛よ。この口惜しさ、憤り、これが本当の戦なのか。世が望むは人々が限ろう熱き時代。すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。世を廃しこの国の頂点に立ち真の覇王となるか友よ。よせ、我は貴様の友などではない。貴様ら将軍家が日の元に生じさせた歪みを正す。それを可能にするは我が歯の力のみ。全てを楽しんでもらえているかな友よ。そうだな、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。友よ、これが天からの申し送りだ。黒き刺客をつき葬らん。限りわめき騒いでこそ人の世。限ろいこそが熱き時代を作る力。その凶楽を求むるがごとき思想こそ惰弱。民を惑わし国を蝕む黒き病よ。世が国の病とは確かに。だがその方
その病に侵されてはいないか。何？本意の奥底にたぎる熱を抑えつけている。世にはそう見えるが、どうだ。我はただ覇王であり続ける。それこそが真意であり、我が友とも近い。やはりその方も熱に浮かされた一人よ。その方に友と呼ばれたいものだ。それはかなわぬ。我が友は竹中半兵衛、ただ一人よ。半兵衛よ、日の本はようやく一つにまとまった。だが艱難辛苦はこれより先も続く。この拳に誓おう。我は世界の覇王となる。過去や情にとらわれず、ただ強き国の未来を追い求める。お前が望んでくれた我の姿であり続けるために、さらばだ半兵衛。我が生涯最良にして最後の友よ。